ちはこう足を開いて踏ん張ってるから、もう本当にここギリギリまで来て足を完全に揃えてピタッと揃えて、で手もこう空間はほとんどない、しかもちょっとこっちに寄ってるぐらい、これで押せるかっていうのをね、押してみてください。普通に押せないよね。で反動つけようにも距離がないから、足つけて足揃えて、そうでこの距離で思いっきりもうボーンと反動つけてやってみたらどうなる。そうだよね。だけどこれをね、足開いてちょっともうこっちに重心かけとくぐらいね、もう本当にやりにくい。それはね、足をピタッと揃えて、もうこう体重かけてはいけません。この状態でこれで押すってなるともっと開いて、それでこっちに体重かけて、そうグッとこれでやるとね、もうここでこうなった時点で無理だってなる。普通にやるとね。でもそれ以上グッときてると、それ以上行こうとすると結局こうなっちゃう。黒柳さんそうなってるね。だけどここで浮き身をかけるんですよ。下の使い方ね、パッと引き上げて、もうこれ浮きかけてます。浮きがかかってるとグッときても全然自分は下がらずに強く押し出せる。もう一回この状態でグッと浮き上がる。多分ね、片手でいける。普通無理よこの形をね、足もこんな感じでこの状態で押せますかってなったら、もうここから力が入んないんだけど、浮きをかけておくともうこうそうきてもね、でもいけちゃう。ですからこれ何のためにやってるかってなると、浮きがかかってるかどうかの検証として、こんな厳しい状況じゃなくてもね、もっと簡単にこのぐらいで重心真ん中でね、足開いてそれで押せるかっていうところでいいと思うんですが、今のね、押す時の浮きのかけ方がどうしてもわからない人は壁にもたれます。これちょっと横から立ってもらった方がいいかな。こっち側頭をつけて肩もつけて壁にもたれます。足は前に少し出してます。このぐらいだとちょっと厳しいので、こんなもんですね。このぐらい離れてます。それで上半身の力を一切使わずに下の浮きをかけて、それでスーッと体を起こしていく、この感覚です。だからこういう反動をつけてね、よっとこういうふうにやったり、あと背中でこういうふうにせずに、もう何にもしない、だらーんとしてそのまま足の引き上げだけで起こしていく。なかなか普段ね、無意識的には使ってると思うんですけど、意識的には使わない体の使い方ですから、つま先を開くとダメですから、つま先を外に開くとね、いくら浮きをかけて引き上げても力が伝わってこないんですね。上の方に何にもいかないので、つま先は前に向けておくことですね。そうするとスーッと出ていきます。でそこの力を練っていくのはやっぱり下駄とかそうした履物、床を蹴って動くんじゃなくて引き上げて歩いていく履物の中にセッタやら下駄がありますが、私先日三軒茶屋にある昔からお世話になっている玉川屋履物店に行ってですね、下駄を新調しました。もうそこで 7,8 足は買ってます。ここ10年ぐらいの間にですね。で非常にそこの高下駄はですね、持ちがいいんですよね。鼻緒のね、鼻緒をそのお店で実際にレジの奥のこの木の丸株の上、丸木のね、このぐらいの一抱えあるぐらいのここの上で鼻緒をね据えてくれるんですけど、一度もこの 7,8 足は鼻緒が切れたことはないです。高下駄をどこで買ったらいいのかって、インターネットでもあると思うんですが、やはり稽古道具でもありますから、下駄はやっぱり自分が納得する稽古道具で日々歩いていきたいとなりますと、やっぱり職人さんが手をかけて作られた下駄を履いて、私は職人さんのためにも後世に伝わっていくためにもやっぱりそこにお金を落としていきたいなというのを考えてます。なんか話がそれてしまいましたが
足の使い方は履物の影響が大きいという